ラブコメの王道とも言える、ラブ・イン・パレスですが、このドラマで韓流にハマったという方もいるのではないでしょうか。ユン・ウネの魅力も輝いていましたが、チェ・ジフンのツンデレも見どころの一つです。そんな出演者たちは、現在、どのような活躍をされているのでしょうか。今回は、ラブ・イン・パレスの出演者の現在についてご紹介します。ラブ・イン・パレスはどんなドラマ？出演者についてご紹介する前に、まずは、ラブ・イン・パレスは、どんなドラマなのか振り返りましょう。このドラマは、もしも、現代に王室があったらという架空の設定になっています。時代劇で見た王室が、現代にも存在するなんて夢のような光景です。しかし、そんな夢のような設定と現代をうまく融合させたことで、ドラマの面白さを引き立てているのではないでしょうか。ラブ・イン・パレスは2006年に韓国で放送され、日本でも人気のラブコメです。韓国の漫画家パク・ソヒさんの作品ラブ・キョン、ラブ・イン・キョンボックンが原作となっていて、脚本をイン・ウナさんが手掛けました。監督はファン・インネさんです。主人公シン・チェギョンは明るい性格が持ち味の平凡な女子高生です。デザイナーを目指して勉強していたチェギョンですが、ある日、突然王室に嫁ぐことになってしまいました。実は、先代皇帝とチェギョンの祖父が、お互いの孫を結婚させようと約束をしていたのです。言い名付けがいるだけでも驚きなのに、相手が皇太子維新となれば、誰だって動揺してしまいます。しかし、チェギョンの実家には負債があり、家族を助けるために結婚を承諾することになりました。しかし、宮廷生活はチェギョンにとって決して楽なものではありません。夫であるシンと性格が合わず、喧嘩ばかりしていました。そんなシンは、実は後継者ならではの孤独を感じています。チェギョンとシンの関係は次第に縮まっていくことになりますが、そこにシンのいとこであるユルが登場します。いとこということは、王室の人間で王位継承順位第2位という存在です。最初はチェギョンをサポートするユルですが、次第にチェギョンに惹かれていくようになります。三角関係になるのかと思いきや、シンの元恋人ヒョリンまで現れ、四角関係に発展するのです。恋愛も後継者争いも、どちらも目が離せないドキドキのドラマです。出演者の現在は、ラブコメとしての面白さもあり、後継者争いというところでも見どころがたくさんあるラブ・イン・パレス。ここでは、このドラマの出演者について、現在の情報も含めご紹介します。ユン・ウネ、チェギョン。突然王室に嫁ぐことになった主人公シン・チェギョン役を演じたのは、日本でも人気の高いユン・ウネさんです。ユン・ウネさんは、1999年から2005年まで、韓国のアイドルグループ、ベイビーボックスに加入していました。グループを脱退してから女優業に転じ、ラブ・イン・パレスは初主演作となります。このドラマで女優としての道を歩み始めたウネさんは、2007年コーヒープリンス1号店や2009年お嬢様をお願いなど数々のヒット作に出演しました。ラブ・イン・パレスは中国でも知名度の高いドラマで、もちろんウネさんも人気でした。2015年には中国に進出し、バラエティ番組女神のファッションに出演したのです。その番組の企画であるデザインサバイバルで優勝したウネさんですが、盗作疑惑が浮上し騒動になりました。盗作騒動は多くの批判を浴びることとなり、韓国での活動を自粛する事態に。自粛期間を経て、2017年に韓国のバラエティ番組、対話が必要なペットで芸能界に復帰しました。ドラマにも復帰を果たし、主演として活躍されています。2020年には YouTube チャンネルを開設し、ヘアメイクやファッションなどをテーマに動画を公開しています。チュジフン、イシン。
皇太子新役を演じたのは、モデル出身のチュ・ジフンさんです。モデルとしての活動は2003年からですが、クン、ラブ・イン・パレスをきっかけに俳優として注目されるようになりました。後継者という立場から孤独を感じつつ、明るいチェギョンに心を開いていくシーンを見事に演じ上げたのです。韓国はもちろん、日本をはじめ、アジア各国でファンが増えたと言えるでしょう。このドラマを機に俳優として活躍し始めたものの、2008年に合成麻薬を利用した疑いで逮捕されてしまいました。そして、翌年懲役6ヶ月執行猶予1年の判決が下されたのです。その後2010年にジフンさんは、兵役のため入隊しました。2011年に除隊した後、青のピアニストで主演としてドラマ復帰を果たします。過去の逮捕騒動の時は心配の声も上がりましたが、復帰後は高い演技力が認められ、数々のドラマや映画に出演しています。プライベートでは2014年にガールズグループブラウンアイドガールズのメンバーであるガインさんとの熱愛が発覚しました。しかし、2017年には破局していることを事務所が認めています。キム・ジョンフン、イユル。シンにとって後継者として、そして恋愛のライバルとなったイユル役を演じたのは、歌手で俳優のキム・ジョンフンさんです。ジョンフンさんは、もともとアイドルユニット UN として活動していました。2005年に解散した後、俳優としての道を歩み始めたのです。そして、ジョンフンさんが俳優として注目されるきっかけとなったのが、クン、ラブ・イン・パレスのユル役でした。優しいユル役の演技に心惹かれた視聴者も多いのではないでしょうか。日本でも活動を始めたジョンフンさんは、日韓合同作映画カフェソウルにも出演しています。ハリウッド映画パシフィックリム2や中国ドラマ三国志、チョウ・ウンデンなど、韓国に限らず各国で活躍の場を広げました。そんなジョンフンさんですが、2009年に入隊し、2011年に除隊しました。しかし、除隊後の活躍も期待されていた最中に、飲酒運転容疑で免許取り消し処分を受けてしまったのです。これによって、韓国での芸能活動は自粛を余儀なくされました。2012年に事務所を移籍し、韓国での芸能活動を再開します。自粛していたとは言っても、彼の演技力は多くの視聴者を魅了していたので、復帰後は数々のドラマに出演し、高い評価を得ています。2020年3月には日本公式ファンクラブをオープンさせました。歌手としても活動しているジフンさんは、日本でも活躍の場面が増えるのではないでしょうか。ソン・ジヒョン、ヒョリン。最後にご紹介するのは、ヒョリン役を演じたソン・ジヒョさんです。ジヒョさんは、もともとモデルとして活動しており、クン、ラブ・イン・パレスのヒョリン役で女優デビューを果たしました。初ドラマ出演であったにもかかわらず、その存在感は輝いており、このドラマを機に、多くのドラマや映画に出演するようになったのです。種毛、海白、天命のような時代劇や、エマージェンシーカップル、元カノクラブ、今週妻が浮気しますなど、幅広いジャンルに出演する実力派です。今や、多くのドラマや映画で活躍するジヒョさんも、その原点は、クン、ラブ・イン・パレスでした。まとめ。今回は、ラブコメとして、人気のドラマ、クン、ラブ・イン・パレスの出演者の現在についてご紹介しました。年月が経っても色褪せない魅力のあるクン、ラブ・イン・パレスは、出演者たちにとって大きなきっかけとなるドラマだったと言えるでしょう。ドラマの主要キャストであるユン・ウネさん、チュ・ジフンさん、キム・ジョンフンさん、ソン・ジヒョさんは2021年9月現在も俳優・女優として活躍しています。今後の活躍にも注目していきましょう。